ウェイウェイ。今日はですね、前回に引き続き僕の地元岩手県盛岡市を代表するソウルフード福田パンのジェネリックを作ります。前回ですね、オリジナル野菜サンドを作った時に福田パン本店から車で5分ぐらいのところで作っちゃったんですよ。それはね、さすがに近すぎます。あまりにも近すぎる。福田パンの手のものがどこで見ているか分かったものではない。ということで今日はですね、相野沢キャンプ場にやってきました。ここだったらね、福田パンの支配が及ばない、安心して作っていいんじゃないかと思います。ということで今日はこちら相野沢キャンプ場で福田パンジェネリックバナナクリームサンドを作ります。それじゃあ早速ウェヘイ。はい、それではね、早速作っていきましょう。まず今日使う食材です。パン、バナナクリームサンドということはバナナクリームを挟むパンが必要だということです。バナナクリームサンドということはバナナクリームに入るバナナが必要だということです。バナナの甘さだけでもいいんですけども、もうちょっと甘い方が僕は好きなのでちょっとだけ砂糖を持ってきました。テーブルスプーン1杯。そしてこちらですね、クレミーホイップ。これ何かというと、牛乳ないしは水を入れて練り練りするとその場でクリームが出来上がる魔法の粉なんですよ。それから牛乳ですね。はい、クレミーホイップを混ぜるための牛乳。これ冷えた牛乳を使ってくださいって書いてあったので、容器の中に容器を入れてその周りを氷でコーティングして持ってきました。キンキンに冷えた牛乳です。パン、バナナ、砂糖、牛乳、クレミーホイップ、この5つですね。はい、それじゃあ早速作っていきましょう。まずパンを切りましょう。今日はですね、ロールパンを持ってきたのでこの場で切っていきたいと思います。切れるかな。切れるね。こうですね。はい、パンに挟むバナナクリームを作っていきましょう。空の容器にバナナと砂糖とクレミーホイップと牛乳を入れて混ぜていきます。はい、じゃあまずバナナを切ります。こんな感じのちゃんとこう黒いポツポツのついたスイートスポットのある熟したバナナを使います。このスイスポがないバナナを使っちゃうとですね、甘さと香りが足りない、物足りない味になっちゃうんですよ。ですので必ず黒いポチポチのあるスイスポのある熟したバナナを使います。じゃあバナナ切っていきましょう。最終的に混ぜるので細かい方がいいですね。これぐらい細かくてもいいです。そしたらですね、こちらの空の容器にバナナを入れていきます。バーン、バナナバーン、バンババーン。バナナの余った皮どうするかというと、食べません。食べるわけないでしょ、俺は象じゃねえ。砂糖も入れちゃいましょう。砂糖バーン。ここに牛乳を 40ml 入れます。これぐらいかな。はい、容器の中に切ったバナナ、それから砂糖、そして牛乳を 40ml 入れました。でこれを今から混ぜていくんですけど、手でやると大変ですよね。ということで、いらっしゃい。出た、マキタインパクト。今日もこちらのマキタインパクトを使ってこれを混ぜていきたいと思います。変換チャックを使ってマキタインパクトの先に泡立て器をつけていきましょう。よいしょ。まずこうですね。はい、そしてさらにこの先にこれですね。やべ、スズメ。うわー、怖かった。大丈夫かな。今ですね、スズメバチが僕のそばにやってきちゃったので一時中断しました。じゃあ再開します。こちらのマキタインパクトで混ぜていきたいと思います。一気には混ざらないのでちょっとずつ地道に混ぜていきます。ホイッパーの先でバナナの果肉を練り練りするように。あ、ですよな。ちゃんと締め込まないといけないんですよね。よいしょ。はい、いいんじゃないでしょうか。こちらにですね、クレミーホイップを入れていきましょう。今日は風がなくてクレミーホイップ日和ですね。全部一気に入れます。バンババーン。水とか牛乳を入れて混ぜるだけでちゃんとクリームになる、とっても便利な商品なんですけども、こんなよくわからない粉でクリームを食べるなんて嫌だよ、そんな黒魔術みたいなクリームは食べたくないよっていう人はちゃんと市販の生クリームを使ってください。こちらを混ぜていきます。はい、いいんじゃないでしょうか。
バナナの水分とか大きさによってクリームの出来上がりが違ってきますので、牛乳は調整しながら入れていいと思います。今日はですね、牛乳は 40ml だけ使用しました。パンに塗っていきましょう。こんな感じで好きなだけ塗りましょうね。はい、いいんじゃないでしょうか。そしたらですね、パンで蓋をして、これで福田パンジェネリックバナナクリームサンドの完成です。はい、じゃあ早速食べてみましょう。いただきます。これは美味しい。バナナの果肉がそのまま入ってるので、ほぼバナナですね。クリーム状のバナナです。見た目はめっちゃ漆喰みたいなんですけども、食べるとちゃんとバナナです。バナナ味の食べられる漆喰みたいな感じですね。うめえ。ありね。